どんちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。じゃん。アサリと、エビと、ちっちゃいイカさん。ということで、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。アサリと、鬼エビと、コウイカの赤ちゃん。っていうことでね、ものすごい量の海鮮がこちらにあります。最近僕市場に買い出し行くの控えてて、市場で注文して配送してもらってるんですけど、そうするとね、どうしても量が多くなっちゃうんですよね。お魚屋さんとかだと小分けで買えるんですけどね、だいたい市場で仕入れるとこういう単位で買うことになります。ということで今日は僕がこれ食べたいと思った魚介を3種類買ってきました。アサリはちょっと時期外れなんですけど、今日のメインがこちら。鬼エビとコウイカの赤ちゃん。これ鬼エビって言ってね、すごいルックスしてますよね。この頭のトゲとか顔とかすごいですよね。これ別名ゴジラエビとも呼ばれてるんですよ。ここがね、ゴジラのヒレみたいだからゴジラエビって言われてるんだと思います。これ全身トゲだらけのエビなんですけど、こいつがむちゃくちゃうまい。お刺身用のエビでトップ3には入るぐらいうまいエビだなと思ってます。で、もう一つのメインはこちら。コウイカの赤ちゃん。これ何かというと、スミイカの新子。今年生まれた子になります。なんでスミイカは生まれて9ヶ月ぐらいで、このぐらいの大きさになるんですね。で、この新イカ、高級なお寿司屋さんがこぞって使う高級寿司ネタなんですよね。で、これね、今しか市場に出てこないイカなんですよね。夏の終わりを告げるイカなんですよ。秋に入るよっていう、本当にこのタイミング、短いタイミングでしか入らないイカです。値段がね、これ2キロ入りなんですけど、キロ2500円だったんで、だいたいこの1箱で5000円ですね。なので今日はエビ、イカ、アサリというね、旨味のトリオが揃ってるということで、僕の大好きなパスタ料理、ペスカトーレを作っていきたいと思います。ペスカトーレとは、魚介とトマトソースのパスタですね。久しぶりに作っていこうかと思います。というわけで、じゃあまずアサリは洗うだけなんで、これ処理置いといて、これ続きましょうか。鬼エビ。で、僕が料理で大事にしてるところが、味ももちろんなんですけど、食べやすさっていうのを重視してるんですよね。で、ペスカトーレって結構エビの殻とか、アサリの殻とか、ムール貝の殻とか、ホタテの殻とか、そのままざっくり和える場合が多いんですよ。アサリはまだね、食べやすいんですけど、こう、エビが殻ごと入ったりだとかすると、食べにくいんですよね。かといって、エビをむき身にして、ペスカトーレにすると、もったいないんですよ。なぜならこのエビの殻からも、とてもいい出汁が出るから。なので本当はね、このエビも真っ二つに割って、パスタに入れるとかっこいいんですけど、今日は剥いちゃいます。頭を取って、殻も取っちゃいます。すごい。卵がすごい。飛びっこみたいな、綺麗な卵してますね。で、かなり硬いんですよね、殻が。硬いし、で、ちょうど手が当たるポイントにこうやってトゲがあるんですよね。なんで、剥くのがむちゃくちゃ大変なエビなんですよ。でも、うまい。お刺身にする場合はね、これでつるっといきたいですね。でも今日はパスタなので、ここ取っちゃいましょう。完璧に剥き身にします。で、この頭と殻は使います。冷凍物買ったんですけど、すごく鮮度がいいです。本当に取れたてを瞬間冷凍したんだなってわかりますね。で、天然のエビなので、こうやって背わたが入ってます。で、背わたはもう割って取っちゃいましょう。こうやって割って取ります。結構背わたが強いんですよね。刺身にする場合も背わたを取らないとめちゃくちゃ気になります。入ってないやつはこうやって入ってないんですけどね。で、剥くときにこのトゲがどうしても気になって痛いっていう人は、トゲだけこうやって切っちゃう。ここをカツッと落とす。ここを落としてあげると、もう普通のエビですから、全然痛くありません。よし、こういう感じで、剥いていきます。はい、鬼エビの仕込みの完成。次はこちら、スミイカいきましょうか。じゃあまず水を抜いていきます。お、かわいい。人手が入ってましたね。お、なんかいろんな魚が入ってる。これ、貝殻。何貝でしょうね、これ。白貝みたいな貝殻が入ってました。それとここに、これはヒメジ系のお魚ですね。ここに黄色いヒゲがついてますね。あ、一匹違うイカ、ヒイカが入ってました。ラッキー。よし、そしたらさばいていきます。で、スミイカは硬い甲羅が入ってます。甲羅というか正確には骨なんですけど、その骨を出します。ピロピロピロっと。はい、こんな感じ。砂浜歩いてると、こういうの見かけないですか？これね、スミイカの骨なんですよ。スミイカが死んで、砂浜に打ち上げられて、身が溶けて、骨だけ残るんですね。なんかこれ漢方とかに使われてるとか、いないとか、聞いたことあります。で、こういう風に、ビュッと押して、この甲羅だけ取っちゃいます。もう甲羅だけ取れてしまえば、普通のイカと一緒です。ビュッと。で、この甲羅が結構ここ、とんがってるんですよ。これむちゃくちゃ痛いんで気をつけてください。このぐらいのサイズだったらピロッと簡単に取れます。
うやって人差し指と親指でクッと押す。そうするとパキャって出てきます。こういう感じでとりあえず甲羅だけ全部取ってしまいます。はい、船が全部取れました。そしたら次の工程いきます。こっからのさばき方なんですけど、大きいやつと一緒です。まずは甲羅を取ったところですね。1本包丁を入れます。で、炭イカっていうだけあって、結構炭が出るんですよね、このイカって。この大きさのイカはそんな出ないんですけどね、大きい炭イカは、炭袋を割っちゃうと、炭がドバーッと出てきますんで、できるだけここに見えるこの黒い袋ですね。この炭袋を割らないように、1本筋を入れてください。膜を1枚切るイメージですね。で、ピロッと剥がします。ゲソ。こっち身ですね。そしたらじゃあまず身の方からいきましょうか。身の方、ここエラがついてます。このエラを包丁で剥がします。はい。この状態になりましたら、皮をペリ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 っとめくっちゃう。こんな感じ。そしたら、ちょっとめんどくさいんですけど、この縁のぐにゃぐにゃってしたところですね。ここを取っちゃいます。取ると。で、次このぼっちが2つついてますよね。このぼっちの上から包丁で落とします。このぼっちから下も食べられるんですけど、ちょっと硬いんですよね。加熱で使う場合はいいんですけど、生食でお刺身とかにする場合は、このぼっちの上から割り切って落としちゃった方がいいと思います。サクッと。だからお刺身で食べれるとこはこんだけなんですよね。そしたら、こう薄皮がありますんで、薄皮をピロピロピロっとめくっちゃいます。こんだけ小さいと薄皮も本当に薄いです。で、職人さんはこれもしっかりと取ります。はい。表側の薄皮が取れました。で、裏側ですね。裏側にも薄皮あるんで、ちょっと切れ込み入れたりして、こう上手に剥いていきます。ほら、来ました来ました。これ。ほら、結構ね、強い皮があるんですよ。あ、こっちが表ですね。さっきやった方が裏側ですね。こっちは表側です。表側の方が皮が強いです。表側は取った方が絶対いいですね。これでお刺身用の完成。このまま食べてもとっても柔らかくて美味しいんですけど、アレンジで、こうやってまずまっすぐに切れ込みを入れます。はい。縦に切れ込みが入ったら、横に向けて、ちょっと切れ込みを入れていくと。切れ込み入れて、スッ。切れ込み入れて、スッと。そしたらこれを炙っていくと。本当はね、もっと綺麗にくるくるくるっとなるんですけど、今日はあんまりくるくるなりませんでしたね。コウイカの炙り刺し。これをお塩で食べると美味しいんですよ。ぜひやってみてください。ちょんちょんちょんとお塩つけて。柔らか。うまっ。これね、ほんとイカの概念がぶっ壊れますよ。口の中でとろけるイカ。次、ゲソの仕込みですね。ゲソはここで落としちゃうと、軟骨の上の身がもったいないので、手を入れて綿だけ抜きます。ビュッと。そうすると身が残ります。で、これ肝ですね。肝とこの黒いのが炭袋。炭袋割ると、大変なことになります。真っ黒です。で、この状態になりましたら、まずはイカのトンビを抜くと。トンビ抜いたら、あとは目玉を抜かないといけません。まあ目玉はね、こうやって切れ込み入れちゃって、こうやって目玉潰して、こうやって取っちゃうのが一番手っ取り早いかなと思います。こんな感じですね。目玉が取れて、くちばしも取れてます。このゲソもペスカトーレに入れるとうまいんですよね。このゲソの隙間にトマトソースが絡んで最高です。なので今日のペスカトーレは胴体の身ではなくて、このゲソを使っていきます。絶対こっちの方が美味しいと思う。というわけで、どんどん仕込んでいきます。結構大変な作業だな、これ。で、慣れてくると、包丁を置いて、で、ピッとやって、こう剥がして、こんな感じ。もう甲羅の下は膜なので、繋がってないんですよね。なので、繋がってるのはここだけです、ここ。この三角のところ。なんで、ここに包丁を置いて、ね、人差し指を入れて、プンとやるだけで、ここ切れますんで、そしたら、ひっくり返して、こう。この流れができると、仕事が早いです。さっさっさっと。はい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 。リズムよく。1、2、3、4、5。よし、そしたらここから処理をしていきたいと思います。頑張るぞ。はい、ひとまず完成ですね。そしたらエビとイカにお塩を軽く振って下処理をしておきます。そしたら野菜の仕込みしていきます。まずはフレッシュトマトですね。ヘタを抜いて、で、ざく切りですね。
あ、1人前なんでこんなもんでいいですね。で、玉ねぎのみじん切りですね。もう切っておきました。で、ニンニク、鷹の爪。鷹の爪は種を抜いて水にちょっと浸しておきます。そうするとね、切りやすくなります。で、ニンニクはみじん切り。気になる人はこうやってメモを取ってくださいね。ではトマトソースから作っていきましょう。フライパンにオリーブオイルをたっぷりと。で、火は弱火から。で、ニンニク、鷹の爪も入れます。で、ゆっくりニンニクの香りを出していきます。はい、そしたらニンニクの香りが出てきたら、そこに玉ねぎのみじん切りも入れていきます。はい、では玉ねぎにも火が入ってきましたら、そこにトマト缶加えます。で、火を強火に。で、ここでトマト缶の水分を飛ばしていきます。まだまだシャバシャバですね。トマトの旨味を引き出していきます。はい、そしたら水分がある程度飛びましたら、塩で味を整えます。そしたらここにフレッシュトマトも加えます。よし、ここで火を止めて、これでベースのトマトソースの出来上がりですね。そしたらカセットコンロ用意して、そこでお湯を炊きましょう。一口コンロは不便だぜ。よし、そしたらフライパンにオリーブオイル。そしたらそこにエビの殻。そしてイカゲソ。で、エビの身。で、そこに軽く塩コショウ。そしたらそこにアサリ。で、そこに白ワインを少し。で、蓋をして軽く蒸します。はい、このようにアサリの口が開いてきましたね。そしたらここに先ほど作っておいたトマトソースを入れていきます。で、これで弱火で魚介の旨味をトマトソースに移します。はい、そしたら水分が飛んだらエビの頭を出していきましょう。もうこの子は用済みです。旨味は完璧に抜けましたのでね、いい仕事してくれました。ほら、エビの殻が取れたらだいぶすっきりしましたね。そしたらあとはここに麺を投入して絡めていくだけ。はい、そしたらお湯が沸きました。で、そこに麺を投入。ちょっと固めに茹でていきましょう。5分茹でのやつなんで、4分ぐらいですね。はい、そしたらちょっと芯が残ったぐらいまで茹だったら、麺を先ほどのトマトソースの中に入れていきます。よっと。で、パスタを絡めていきます。よいしょ。で、ブラックペッパーをパッパッパ。で、オリーブオイルも一回し。で、パスタの茹で汁も加えます。で、ここで完全にパスタに火を通していきます。はい、OK。そしたらこちらを盛り付けていく。よし。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。わかります。皆さんが言いたいことは、盛り付けってね。やっぱパスタ苦手だな。でも味はね、美味しいと思うんですよ。鮮度のいい、美味しい海鮮使ったし、手順もしっかりやったんでね。本当はパセリとかバジルがあって緑が入ったらもっと綺麗なんですけどね、と言い訳しておきます。そしたらパスタをくるくるくるっと巻いて、エビとイカ。いただきます。
うわ、やっべ。今までペスカトーレ作ってきた中で一番上手にできた。さすがにお店の味とまではいかないんですけど、家庭の味だったら結構いい線いってますよ、これ。うん。うまっ。海鮮の旨味がすごい、これ。やっぱああやってニンニクと玉ねぎをしっかり香り出して炒めて、エビの殻もしっかり入れて旨味をギューッと出したのが正解ですね。これはうまいわ。パスタを飲み込んだ後に口の中に海鮮の旨味がブワーッと残ってますもんね。旨味がすごいこれ。はい、というわけで今日はこちらのペスカトーレときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギノのやつ。今日は今から運転がありますので、フリーでお送りしたいと思います。いやー、これちょっとノンアルコールはね、色が薄いんですね。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。うめえ。これは本当にうまい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日、スミイカの子供、シンイカを使って、ペスカトーレを作ってみましたけども、大成功。で、あまりの美味しさに、食レポするの忘れたんですけど、シンイカは本当に柔らかくてうまい。ゲソもね、程よくプリプリなんですけど、もう口に入れた瞬間ね、こう、簡単に噛み切れちゃうぐらいの、そのぐらいの柔らかいゲソなんですね。で、オニエビなんですけど、オニエビは、ちょっと火を通すとパサつきましたね。あんまりパスタには向いてなかったですね。パスタだったらブラックタイガーとか車エビとか、あとバナメイエビの方が向いてたかなと思いました。まあ、オニエビは刺身で食べるのが一番うまいですね。皆さんも魚介のトマトベースのパスタ、ペスカトーレ作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、今日はよいしょ。バイバイ。